こんにちは。語り部マイナーゲーム紹介チャンネルへようこそ。今回紹介する作品はレイゾンデイト。教会を舞台とした探索型サスペンスアドベンチャー。美しいグラフィックと独特な雰囲気が特徴です。サスペンスアドベンチャーというジャンルはなかなか珍しい印象です。システム的な面では主人公の持つスキル、集中、目視し、謎を解き進めるという探索要素も秘めています。この固有スキルの能力の高さもあり難易度は低め、どなたでも気軽に遊べる作品です。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介に止め、ネタバレは控えます。ご安心ください。一人ぼっちの女の子が行き着いた先は山奥の教会だった。孤児たちが住まうその教会では夜な夜な人が死んでいく。選ばれたからここにいる。偶然か、必然か。なぜ、死んでいくのか。誰が、殺したのか。なぜ、選ばれたのか。幾重にも重なる謎を解き明かしながら進む、探索型サスペンスアドベンチャー。お次はゲームシステムの解説に移ります。トゼの持つゲーム進行に必要なスキル、集中について説明しましょう。このスキルを使っている間は、普段は見逃してしまうものを見つけることができる能力です。画面も白黒に変化します。攻略とは関係ない雑多な情報もありますが、鍵となる情報は赤字で表示されます。スキル使用地点に近づくと独自な演出が入るため、ゲーム攻略上で特に詰まることはないでしょう。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。本作はあらゆる側面で評価できる作品です。まず最初に目につくのは作品全体の世界観です。非常によくできており、その洗練された UI には、まるで美術品のような美しさすら感じられます。メニュー画面でも十分にそれが伝わるかと思います。オリジナル画像を使用し、独自フォントを用意。ToDoリストでは消し込みや色の変化も交え、必要な情報を丁寧にプレイヤーに提供しています。力を入れているのはメニュー画面だけではありません。マップの構成にも力を入れています。例えばこれはキッチンのマップですが、ご覧のようにおそらくは独自のマップチットを用意。オブジェクトを調べた時の反応も実に細かいところまでアニメーションが発生するこだわりようです。ゲーム進行には影響しないにもかかわらずです。何も感心したのは、教会という舞台を生かして聖書の言葉の端々を引用している点です。教会というのはゲームにおける定番スポットですが、聖書の言葉が引用されるケースは皆無です。作品と宗教が直接の関係がないこともあるでしょうが、日本人はあまり宗教に関心がないからでしょう。その前提から考えると、本作品は大変珍しく思います。その上、ただ乱雑に引用しているのではなく、物語の進行に何かしら含みを持たせる言葉を用いてます。とはいえ、これはあくまでも演出の一環であり、変に宗教を押し付けるような要素はありません。もしそのあたりを気にしている方は、ご安心を。最後に、EGM についても取り上げたいと思います。サスペンスアドベンチャーというゲームジャンル、そして、教会という舞台設定、2つの要素をうまく融合した楽曲が使用されています。ゲーム序盤からは比較的落ち着いた BGM ですが、物語が佳境になっていくにつれて徐々に怖さが増していく。この変化の過程は素晴らしいの一言。これらの多岐にわたる取り組みにより、没入感の高い美しい世界観が完成しているのです。ストーリーについても十分評価できます。本作は最短だと1つのエンディングに2時間程度で到達可能。すべてのエンディングに到達するとおよそ4時間程度と比較的短めです。一見すると複雑なミステリーを短く丁寧にまとめ上げたと言えるでしょう。このストーリーテリングは評価したい。もう一つ感心したのは本作のゲームジャンルがサスペンスアドベンチャーという点です。一般的にフリーなアドベンチャーゲームでは、主にホラーゲームが人気な傾向にあります。対して本作はサスペンスアドベンチャー、
犯人が誰かわからない独特の怖さや不気味さはあるものの、ホラーゲーム特有である驚かせ要素はほぼありません。最初はホラーものだと勘違いして始めたのですが、斬新な気持ちでプレイすることができ嬉しい誤算でした。もし私と同じように考えている方がいましたら、本作は似て非なる別物だと断言しておきます。最後に快適性についても言及しておきたいと思います。公式でも述べられていますが、難易度は全体的に低めです。謎解きも多少はありますが、迷うことはないでしょう。それにはロゼの持つ固有スキル、集中の性能が便利であり、一役買っている面もあります。変に右往左往してしまいゲームのテンポを損ねず、ストーリーに集中させてもらえるため、良い塩梅だと感じました。また、全てではないもののゲームオーバーになる要素も少ないため、安心して遊ぶことができるでしょう。おそらくは難易度を低くしたのは意図的なものでしょう。この怖くも美しい世界観に没入してもらうため、あえて遊びやすく設計したのかもしれません。評価点の解説は以上です。ここからは気になった点を述べたいと思います。まずはプレイ時間です。本作は一つのエンディングにたどり着くまでがおよそ2時間程度とやや短めです。夜な夜な人が死んでいくという舞台設定であるため、個性的なキャラが揃ってはいるものの、満足な活躍機会を与えられず舞台から退場するキャラもいました。前者はむしろエンディングにたどり着いてからが本番ですし、後者はコレクションアイテムで保管することができます。ただそれらを考慮しても、もうちょっと長く遊びたかったな、と思ったのが本音です。とはいえストーリー的には十分にまとまっているため、少々判定が意味しめな問題点なのかもしれません。ちなみに本作は Steam でも販売されております。本編で語られなかったエンディングが追加されているようですので、物足りない人はこちらを遊んでみるのも良いかもしれませんね。また、こちらはクラウドファンディングを活用したことで、多言語によるゲームプレイが可能です。ということでこの動画を見ている海外の視聴者様は、ぜひ Steam 版を遊んでみてください。最後に固有スキルです。先ほど私はロゼのスキル、集中について解説しました。ネタバレになるので詳細は明かせませんが、実は集中以外にも固有スキルがいくつかあります。そちらも同様に UI は美しいのですが、操作性はどうも今一つに感じられました。とにかく画面上に表示される一定の範囲に対して、ただひたすらクリックを繰り返すような格好に。これにはあまりゲーム性を感じられず作業感もあり、例えば時間制限や回数制限を設けるなど、もう少し改善できたのでは、と思ったのが正直なところ。とはいえ、これは固有スキルの一部の問題、全体から見れば些細なことであり、やや隅をついた点でもあります。総評に入ります。デイズ・オン・デートはグラフィックや世界観に特に力を入れたサスペンスアドベンチャーです。独特のサスペンス感を出すことに成功してますので、個人的にはホラーゲームに少し縮小気味な人にこそ遊んでもらいたい作品です。難易度も低いので誰でも快適に遊ぶことができるでしょう。強いて欠点を挙げるといえばプレイ時間がやや短めなくらいです。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。